ひろきさんこんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日は、こちらです。大豆タンパク処理をやってみたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、したらですね、今までいろいろね染めてきましたけれども、シルクは動物性ですよね。シルクは動物性、繭だから、そうですね。で、植物ガーゼとか、綿ですね、あと麻っていうのは植物でできてますよね。で、植物でできてるってことはタンパク質がもともとないですので、こちらをそのタンパク質代わりに、私たち動物はほらタンパク質があるからいろいろ染まりますけど、いろいろないものはこういうふうに大豆でそこを補ってあげるっていうことをします。はい。じゃあこれのやり方とても簡単ですので、はい、やっていきましょうか。はい。最初にね、こういう大豆が売ってますね。こういう染めるものにもよるんですけど、今日はもうこんな感じでストールタンパク処理をしたいと思います。で、これはもう綿 100% コットンですね。コットンでできていますのでタンパク処理をしたいんですけど、あんまりいっぱい使うともったいないですので、今回は 200g のうちの半分ぐらい使ってます。 100g ぐらいですね。これに半分ぐらい 200cc です。で、これを、前の日の晩にひたひたの水につけたのがこれです。一晩経ってこんなに膨らみました。すごいですよね。もう食べていいのかな。美味しい。こちらの方をミキサーに入れていきます。いいですね。で、このままでもいいんですけど、水がね多少入っていた方がミキサーね動きやすいですので、水を 100cc ほど入れます。ちょっとこう豆がひたひたになるぐらい入れました。で、これをよいしょ、ちょっと待ってね、ギュッとして、結構潰れましたね。もうちょっと水、50cc ぐらいちょっと足しますね。こんな感じです。はい。結構綺麗なね豆乳になりましたね。このまま飲みたいですけどこれをこういうね手ぬぐいとかお家にあるものでいいですので、私はこういうふうに袋状に塗ってます。はい。ここに入れますね。よいしょ。今こうミキサーでねこういうふうに潰したものをこのさらしの中に入れます。で、ちょっとねもったいないので、よいしょ。いい香りが飲みたい贅沢ですよね。よいしょ。で、これを絞っていきます。ゆっくりね飛んだりしますね。こんな感じでね。
これね、さらしっていうかこういう手ぬぐいって丈夫なので何でも使えますよね。ね、ちょこっとこうね、作っておくと便利です。いろいろ使えますので、いいですかね。意外とまだです。こんな感じですね。よっ。大豆のこの搾りかす、これもね、お味噌汁に入れて美味しいですよね。多分宮崎の呉汁は意外とこれが入ってる気がする。絞った後。だからお豆腐屋さんとかにもありますもんね。はい。これもったいないので、これは調理していただきましょうね。はい、いただきますね。これは、はい。でこれが絞った後のです。で今このぐらい豆乳っていうんですかね。これだけできました。今日はこれをタンパク処理したいですよね。豆乳の量がね少ないですよね。たらちょっと水を足します。もうこれもね大体です大体でちょっと布が浸かるかなっていうぐらいまで今水で伸ばしました。こんな感じですね。さっきよりもちょっとこう水分が増えてサラサラとなってますね。ちょっと泡が立っちゃってる。これにこちらの布をつけたいんですけど、いきなりつけてもこう吸水性っていうかな、中に入っていかないですので、一旦ちょっとぬるま湯に布にね糊がついてる場合もあるので、もし糊がついてるようでしたら一旦ちょっと洗っていただいて糊を落としていただきます。これはねもう糊っていうかな、ついてませんので、今ぬるま湯でちょっとこう全体的にちょっとこう水分を含ませてます。意外とね布ってほらちっちゃくなるから水を含むと、なのでね、全体にこう水を含ませて、こうすることでねよりその豆乳のねタンパク処理の方が意外としやすくなりますので、大きい、お洋服とかですともうちょっと大きなね桶とかそんなので、あと豆乳の量もやっぱりそれの分いりますので、布が浸るぐらいっていうのをちょっとこう予想していただいてじゃあ十分にこう染み込ませました。でここでね一旦ぎゅっと絞ります。ぎゅっと絞ります。でこんな感じですよね。こんな感じのね布を、結構これ広いので、よいしょ、大きいですけど大体で漬け込んでいきます。もう染めの時とね同じような感じで、もう全体に入るように屏風畳みします。こんな感じね。でここでじゅわっと豆乳を染み込ませます。でよいしょ、ここからですね結構10分ぐらい、10分15分揉み込みます。はい。でも手もきれいになりますよ、豆乳で大豆でね。意外と10分ってね長いと思うでしょ。でも意外とこうね無心になれていいんですよ。こう、閉じてるところをちょっとこう広げてあげたりねしながら、
だから大きいものだと結構ね体力いるかもしれないですけど、 T シャツとかね、このね大豆タンパク処理っていうのがすっごい大事になります、染めの時は。これがしっかり入ってるかどうかで染めのね染液を十分こう生地の中にね留めてくれるかが決まってきますので、ここはねできたらもうじっくりしていただいて。ガーゼの場合は、はい、この作業が必要ということですね。ガーゼとか綿とか朝も茎のね繊維を使ってますのでですね、あと他にもいろんなクズフとか、まあ、いろんな植物の繊維で作ってる布は基本的にはこういう大豆タンパク処理は必要になります。この綿の繊維の中にこう大豆タンパクが入っていくような感じで、意外と柔らくというよりはちょっと力強く入れてもらったり、ぐっと入れてもらってのがいいかもしれない。あんまりね頑張りすぎずにこんな感じで、昔の人なんかお洗濯ねですよね。でもお洗濯板はもっと大変でしたよね、汚れをね板で。それよりはね多分もう柔らかい感じではあるかもしれない。昔の人はお着物とかもね浴衣とか浅めとか木綿ですよね。だから意外と藍染めが多いでしょ。モンペとかなんていうんですか、ちょっとこうジンベエさんみたいな、ジンベエさん、あんなのもサムエ系ですね。サムエとかね、藍染めはタンパク処理がいらないんですよ。だから植物性なのに、藍染めに入ってるそのインディゴっていう成分がなんだろう、染まりやすいんですよね、どんなものにも。なので藍染めの場合はタンパク処理はいりません。なのでこう庶民の人たちが手軽にね染められたこういう処理もね大変じゃないですか、毎日忙しい中で藍だったらもうそのまま染めれるしっていうので一般的に気軽にっていう言い方あれですけど、でまた他の、浴衣とかで植物で染めてらっしゃる場合はこういうタンパク処理が入ってきますね。ジーンズも藍染めですか？ジーンズも藍ですね、インディゴって。本藍でね、藍で作られてるのもありますし、でもしくはもう合成とかも今はいろいろ出てますのでね、ですけどもともとは藍ですね。でも藍もいろいろ種類があるので、結構日本の藍ってタデ藍とかね、そういうのは結構草系なんですけど、例えば琉球藍とか他にもインド藍とかは結構木だったりするんですよ。一年草じゃないというか、割とやっぱ強かったり、南の方に行くといろいろ染料がありますので、私もね詳しくはないんですけど、より強いものをこう色が持つっていうかな、そういうのがやっぱり多いですよね。藍にもいろいろ種類があるんですね。いろいろ種類がありますね。本当に。話戻って、その藍はタンパク処理がいらないので、その江戸時代とか明治時代とかはそういう色藍がこう多かったですね、庶民たちにね。上の人たちとかとちょっとまたね、染めが変わってきますけど、であとね柿渋もタンパク処理いらないんです。いらないやつがあるんですね。いらないのがありますね。それだけ結構布の中に入っていく成分が強いですよね。庶民の人たちの江戸、明治、江戸時代もそうですけど、今お着物残ってますよね。とやっぱりなんかシンプルで
質素かなって思いきや、内側のね紐胴裏っていうんですけど、そこの模様とか見ると華やかだったり綺麗なね美しい染めが入ってますよね。あれはだからやっぱり楽しみ、皆さんのそれぞれ自分のやっぱり個性とで、あと日々の暮らしの楽しみがそういうなんか内側にねちょっとこう秘められてるっていうのがまたこうぐってこう心きますよね。だから意外におしゃれだった。おしゃれです。もう本当に。あと江戸から明治もうちょっとハイカラになってきて、遊び心がすごいんですよ。一つの染めに対しても、いろんななんていうのかな、模様っていうんですかね、織りもそうですけど、もう見てるだけで楽しいというか、なんていうのかな、今がすごいシンプルすぎてね寂しいぐらい華やかな、絵だったり、ちょっとなんかなんていうのかな、人々の暮らしをちょっとこう、遊び心でだけじゃなくてちょっとこう風刺画っていうんですか、あんなのもちょっと入ってたりとか、あと子どもたちのなんか遊びみたいなそういうのも、風車とかなんかそういう、いろんなこう子どもたちのああいう遊び心とかも着物の中に入れ込んだりとかね、あと植物とかもね結構入ってます。だから私たちがイメージするより意外におしゃれだった。おしゃれですね。あとその着物ってシンプルだけど色合わせでねすごく変わるじゃないですか。なんかその色の合わせ方とかもすごくね、なんだろう、そんな組み合わせができるんだっていうぐらい行く通りにもね少ない持ち物で遊んで、でそれがまたすごく素敵で粋っていうのかな、センスがねいいですよね。ただ大体基本的には植物で染めてますでしょ。だから意外と野原の草木たちがどんな色の花が咲いても調和しているように、実際に、意外とっていうのを持ってきてもちゃんとねなんていうんだろう、調和するんですよ。合うんだ。合うんですよ。普通の私たちが見てる色の組み合わせではと思うようなものも意外と植物同士ってね喧嘩しないので、なるほど。とっても素敵に見えるのをさらに、今まで草木染めねしてますけど、そういうのもねもう皆さんに似合うわけですよ。そんな言い方したらあれだけど好みもありますけど、やっぱりこう自然のものなので持ってらっしゃるお洋服とかも喧嘩しないし、意外とねスーッとこう馴染んでいくっていうのかな、なんか、同じ赤でも植物の赤とほらね普通の合成着色料というか、ああいう染料の赤って似てるんですけどなんかね違うんですよね。着合わせてみるとそれが結構わかると思います。で10分ぐらい経ちました。でこう揉み込みました。これを一回ぎゅーっと絞ります。ぎゅーっと絞ります。よいしょ。ぎゅーっと絞ります。はい、こんな感じで絞りました。まだいっぱい出ましたね。この大豆タンパク質が結構こう入り込んでますね。色も若干変わったかな。この状態で今から干します。で意外と風が出てたりね晴れてたりすると結構早く乾くので、完全に乾燥するまでこれを干してください。じゃあこれ干しますね。そしたら今から干しますね。よいしょ。
よいしょ。できるだけ広げて押します。こんな感じで乾くまでね。ああ、ほら風で乾きそうね。これがね完全乾燥したらまだ作業続きますので、はい、一旦乾燥させるまでね、はい、まず待ちましょう。風が今日はね吹いててあっという間に乾きました。はい、でこれね1回でタンパク処理しています。でこれを2回3回までします。今と同じね。だから2回目いきますね。2回目も今度は、取り込んできたのをまたぬるま湯につけずに今度はもう直接豆乳の中に染み込ませます。ゆっくりでね、こうまた屏風畳みにして染み込ませます。そしてまたこう全体に染み込ませたらまた10分から15分ぐらい揉み込みます。同じですね。1回目と同じ。よりね重なってしっかり豆乳が入りますので、今はこうねミキサーでできますけど、すり鉢でねすりつぶされて、でそのすりつぶした大豆をごって言ったそうですね。だからご汁っていうのはそのついつぶした大豆の汁、それをお味噌汁とか、お味噌汁が多いですよね。宮崎でもね結構ご汁出ますもんね。出ますね。はい。全国はどこでもねそういう郷土料理があるみたいで、ね、栄養も豊富だし大豆のタンパク質をね取ってたんですよね。これがまだ2回目ですけど、3回もって聞くとって思われるかもしれませんけど、また大豆もね前の晩から漬け込んでっていうのも大変かなって思いますね。やってみるとねとってもシンプルなんですけど、今は便利なね豆乳っていうのがスーパーとかでもね売ってますよね。だから成分無調整豆乳っていうのを買っていただいて、それでこの豆乳ここにそれを入れていただいて、同じような作業で大豆タンパク処理として代用もできます。ちょっと気持ちがね楽になりますかね。はい、今ちょうど10分ぐらい経ちましたのでちょっと絞りますね。この絞ったこの汁ありますよね。これは次の大豆タンパク処理に使えます。よいしょ。またぎゅっと絞って、で2回目を今から干します。この絞ったこの汁、大豆タンパクのこの豆乳はもったいないですので、これをまたペットボトルとかに移していただいて冷蔵庫で保存していただければタンパク処理に使えますので、で匂いがこうしてみてちょっと大豆の匂いと変わってきたなっていう時はちょっと使えないですけれども、できるだけ早く、もし他のまた染めたいものがあったらまた次の日にとか、1週間以内にまたこれを使って、タンパク処理ができますので、はい、取っといてくださいね、捨てずにね。たらこれをもうまた干します。たらこれ2回目干します。これだけ広げてねします。
はい。豆の匂い。こんな感じですね。はい。完全に乾いたら、もう今度は3回目の豆乳処理で豆乳揉み込んで、またこういうふうに3回目干します。これで一応タンパク処理は終わりっていうことになります。このタンパク処理した布を染めたい時まで保管しますよね。でその保管の仕方は完全に乾いてから、できればもう畳んでタンスにしまうなり、日差しが当たらないところで、はい、寝かしてあげてください。昔の人はですね、3年前ぐらいにそういうことされるそうです。タンパク処理を3年前にする。もうこういう処理を、ある程度見越して、3年間保管されたりとか、まあ言っても1年とか、やっぱり寝かされて、そして染めまでの時期を待つっていう。今なんかすぐね染めたいとか思っちゃうじゃないですか。そうですね。でもね、もうそのぐらいの長い目でこう布を扱ってらっしゃったみたいで、それだけ大事にねされてた時代っていうのはもうすごいですよね。まあこんな感じで大豆タンパク処理を楽しんでみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。